こんにちは、北谷です。今回から内装の仕上げに入ります。まずはもともと扉だった部分を埋めていきます。すでに貼ってある石膏ボードに穴を開けてスイッチを取り付けます。他のスイッチと高さが同じになるように位置を確認して穴を開けます。開けた穴から配線を取り出してスイッチを接続します。別々だったスイッチをまとめて大きく押しやすいものに変えました。ちゃんと動作しました。反対側からは合板を貼って塞ぎます。こちらのコンセントは少し高めの位置にしました。合板をビスで留めるだけなので簡単な作業です。最終的にはここに色を塗るか壁紙を貼りたいと思います。続いてこちらの元リビングの天井と壁を仕上げます。古い壁紙がきれいに剥がせなかったので漆喰で上から塗り固めることにしました。事前準備としてスイッチやコンセントを養生します。窓枠はマスキングテープでコーティング。最後にマスカーで床の隅を養生し、その上からブルーシートを敷きました。動画には映ってないですが、壁に開いた穴はネットテープを貼って補修しました。今回使用した漆喰はリマークヌレール、色は白を選びました。固めのババロアのような見た目と感触です。ヘラでコテ板に移して塗っていきます。ちゃんと蓋をしておけば長期間保管できるみたいです。漆喰塗りに挑戦。まずは端から塗り始めます。想像以上に漆喰が乗らなくて苦戦しました。早々に綺麗な仕上がりは諦めて、とにかく塗ることを優先しました。
コテを使って一気に塗っていきます。天井の作業はずっと上を向いているので、なかなか過酷な作業でした。この後、側面の壁も塗って一晩乾かしたところ、黄色く滲んでいました。真ん中より右の新しく貼った石膏ボードは滲んでいません。どうやら古い壁紙を剥がした後の処理が甘かったみたいです。しっかり処理をしておけばとか、クリーム色で塗っていればなど、たらればありますが、この上から2度塗りして様子を見ることにしました。ある程度要領をつかめたので、ここからは息子と一緒に塗っていきます。多少変になったところも味があるということにします。全面を塗り終わったらマスキングテープを剥がします。このペリペリ剥がれる感じは気持ち良かったです。これでリビングの半分を塗り終わりました。ここまででうまく塗れる18キロを3個使いました。リフォーム DIY も完成が見えてきました。残りの面をどうするか完成形を考えながら進めたいと思います。それではまた。